ごい腰道具が並んでおります。見たことないですね。すっごい重厚感あるっていうか、なんかアイボルトで塗って、はい、そうです。皆さんアイデアがすごいですね。これは初めて見ましたよ。なんか黒く自分で塗って、そこに水圧洗車が。お、すげえ。お疲れ様です。今日は茨城県佐島郡に来させてもらいまして、で急遽ちょっと来れる方、募集といいますか、ストーリーに書いたらたくさんの猛者の方たちが来てもらって、今から腰道具撮影していきたいと思うんですけど、ちょっとね誰が誰かわからない方も視聴者さんいると思うので、簡単な自己紹介をしていってもらいたいんですけど、お願いします。東京のインワークスの東です。よろしくお願いします。お願いします。ニトロさんだよ。モザイク入れてますね。自己モザイク。埼玉県の上岡から来た関ラストです。よろしくお願いします。堺新東伝説の木村幸喜って呼んでください。よろしくお願いします。最近の趣味は謎かけです。じゃあ一発いきたいと思います。はい。今日の集まりとかけて。今日の集まりかけて。ちょっと待ってください。じゃあ考えてなかった。考えてなかった。夜にスイッチを押したら電気がつくと解く。お、その心は。交流が大事です。おお。ありがとうございます。ちょっとカットしてるかもしれないです。堺新東伝説の小林です。よろしくお願いします。お願いします。堺新東伝説の吉行です。よろしくお願いします。FSK 株式会社のです。お願いします。はい。で、ちょっと今ね、あややんも今カメラしてくれてるんですけど、また後で紹介します。で、今日はですね、堺新東伝説さんがちょっと会社を撮影場所として貸してくれまして、YouTube されてるんですよね。そうですね、始めたばっかの初心者です。チャンネル名はよっチャンネルです。よっチャンネル。一応概要欄に載せておくので、皆さんチャンネル登録してください。よろしくお願いします。で、多分同じぐらいのタイミングで、よっチャンネルさんの方でも動画、同じようなというか出しますんで、そちらも見てください。ってことで、今からお一人ずつ僕のチャンネルでは撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではトップバッターの東さん、はい、岩渕さん、はい、よろしくお願いします。すごいですね。これはハーネスっていうんですか？いや、これはハーネスじゃなくてサスペンダーですね。こういうところにも200万ですか？じゃあこれは高所作業車の鍵。あ、ここ乗られる機会が。今やってる現場がもう高所作業車ばっかりだから、でたまたま高所作業車で乗らなきゃいけないんだけど、フルハーネスやらなくていいよって言ってるので、普段からサスペンダー、腰職業病で腰痛くなっちゃうから、だからサスペンダー常にしてるんだけど、これ以外にも別で腰とか持ってるので、相当重そうですよね。いや、これは軽くなった。思いますか？僕、いろいろんな人撮らせてもらってるんですけど、かなり重量感が。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか？後でね、こう、下ろさせてもらって、見せてもらうんですけど、すごい、なかなかこう、見たことないですね。すっごい重厚感あるっていうか。かっこいいな。ね。これでも本当軽くなったんですよ。そうなんですか？今で何キロぐらいあるんですか？いや、怖くて測れてない。怖くて測れない。ということで、かなり重たそうなんですけど、軽くなったと。ということで、詳しく見させてもらいたいので、ちょっとここに並べていいですか？腰をきれいにするためだけに、はい、大工さんが使ってるコンプレッサー買っちゃった。へえ。だから現場終わったりとか、1週間ごととかにコンプレッサーだけで、エアでバーってやるだけでもう全然きれいになるんで。で、現場が終わったら、全部洗ってあげて。毎日毎日は持って帰る、もう常駐してるような現場ばっかりだから、置きっぱなしみたいな感じで。確かに綺麗ですよね。僕はきれいに扱うと長持ちするから。名言ですね。じゃあこっちの方が行かせてもらいます。これはすみません、ニックスさんの飲酒録入れですか？そうですね、飲酒録入れですね。開けていいですか？どうぞどうぞ。全部入ってます。何番？150とかですか？150、200、253。こういう感じになってます。よりどりもいいですね。これは紐は元がついてるんですか？そう、バリのやつは元がついてますね。で、バリじゃないやつはついてない。電気やってる人大体、こういうのを使う前は、飲酒ロックそのまま飲酒ロックで止めてたりとかして、
引っ掛けてプチって切るみたいな。そうですね。もうそうなっちゃうともうね、イライラするだけだから。もうこれはもう相当のことがない限りは切れないですか？もう全然大丈夫ですね。どこに引っ掛けようがないしようが。この金びらとかはまた別でこういう。それもともとついてます。あ、違うかなこれ。もしかしたら違うやつ移植したかも。もう覚えてないね。結構経つからね。で、ちょっとこちら触りますね。ここがペンとかですか？そうですね。ペンとコンチ、検電機、あとは今主流になってきてるあれかな。鍵ですか？バンの鍵。回収とかやるといちいち鍵借りるのめんどくさいですね。だからみんなこれ持ってるとこれどこで売ってんのみたいな。知らないのみたいな感じの話をするんだけど。僕も初めて見ました。デンサンさんのやつですか？そう。デフコも名前変わってね。で、その BMK567 って今7が最終形みたいな感じで色もともとは黒だったのかな。で結構それ俺も4個目ぐらいなのなくして、だからなくすの嫌だからくっつけました。こういうアイデアですね。ちなみにお仕事っていうのはどのような電気の中でも？大きなビルの並工事がメイン。並工事っていうのは要は建物本体の電気工事。そこのテナントの人じゃなくて、テナントは大体 C 工事って言うけど、A 工事って建物本体、要はビルのトイレだとかコア系トイレだとかそういうのをやって、そこから先をやるのが C 工事とかって大体言われるけど、その A 工事の方をやることが何でもやるよ電気屋だから C 工事もやるし、でも多いのは A 工事が多いかな。なんかこういう大きめのソケットが多いんですか？楽やると、4部とか使うから、これ4部だし、これは3部だし、でこれはバンの中とかのベース取るときに使うときにこれで抜けるわけよ。でバンつけるときはこうやって伸ばせば17のソケットになるから、これ全部でも立ちますなんてね。これインパクトにつけれるやつですね。でここで外れるから、このままペンドラとかにこうビットにそのままいけるんですね。そのままこうつけちゃえばすげえっていう一個手間が省ける。そうでこれまた戻して、じゃあ4部だなと思ったらここから外してもいいんだけど、そうするとこれ外さなきゃいけないでしょ。そうすると面倒くさいじゃん。ですね。だったらこれだけこうやって付け替えれば。このプラスビットはそのためだけにおるんですね。いやね、でもね、意外と使うとか古いビルとかの改修工事やるとか、これもともとついてるビットじゃないのこれ。ご自身で。これそうだからこれはそれ四角ビット、鉄骨とかに開けるピアスビスあるじゃない。太めのやつですね。そうあれは四角なのよ。でこっちはマイナスなの。またちょっと大きめのマイナスなんですね。そうちょっと大きいんだけど、でも古いプレートみんなマイナスとかボディビスとかも、その時に手回しするのめんどくさい。めんどくさいですね。だからこうやって隠してます。実は持ってる。そう実は持ってる。だから何かあったらもうこいつ取って中ぶち込んで交換してみたいな感じでやったりとかっていうような。おしゃれですね。そうこれ秀久さんのやつでハウジングのやつで。かっこいい。パナソニックって珍しくないですか？マキタは多いイメージだったんですけど。確かにね、確かにパナはね少ない。でもね頼めば作ってくれる。俺もこれは店で買ったんだけど、あと2つ別であって、それはネットから注文して作ってもらって。これもかっこいいですね。電気屋東。そうこれどこで売ってるんですか？特注。これはインスタの仲間というかに作ってもらって、で自分でちょっと焼いたんだけど、ちょっとここら辺失敗しちゃったみたいな。もともと銀色やったんですか？そうチタンで何もしてない状態で、自分で炙りたかったから、そのままいていいですみたいな感じで話して、どこが失敗したかわかんないですけどね。意外とねわかるよ。ほんまですか？ここ白いから気に食わないってことですか？そうちょっと焼きすぎちゃった。青を超えるとねこの色になっちゃうんですよ。難しいんですね。でここは文字が細いから、ここよりここに当てててもこっちが青くなっちゃうんで、これすごく難しかった。これ目立ちますね。めっちゃかっこいいですね。本当はフルハーネスでここに要は落下防止ここにつけてフルハーネスとかでやるよみたいなのでこれをついてるんだよね。
で、これはニックスさんのそうですね。ショルダーパッドっていうんですか。これバリスティックですか？バリでね、全部バリに統一したいんだけど、バリでその蓋がついてるタイプがないから、このコンプローチですそうよね。それだけはペン落ちるじゃない。だからペンだけはちょっと蓋をつけたかった。ちょっと触っていいですか？どうぞどうぞ。なんかね、ペンもいっぱい持ってありますね。そう。ちょっと出します。限定カラーですね、そのピン。ほんまや。ポンチ。ポンチ。ナケとかが多いんですか？でもワンとかやっぱりラックだとかこうやったりとかするときにはどうしても使うから。めっちゃ入ってんで。手書き。ポンチ。ボールペンが、まあボールペンすぐなくしちゃうからね。そうですよねとりあえず入れてあるみたいな。誰かに貸してあげたりしますもんね。セミ出しするときにはい。折れちゃったりとかするから何本か予備でいろいろ持ってるっていう、ただそれだけの話。赤いボディのが多いですけど、赤がお好きですか？赤好きだね。へえ。この辺も赤ですもんね。そう赤好きなんだけど、でもそれはインダストリアルとうちのまあ今流行ってるやつですね。そうですね。レーザーで。新潟正規さんのあれですね、時短ってやつですよね、これ。さあで今新潟関さんといろいろやり取りしてて、今マグザラの話からちょっと別の商品に関してね、開発でちょっとお手伝いさせてもらってたりとかしてるんで、すげえ。で、黒金ね。使いやすいですか？大好きな黒金ね。これなんか珍しいニッパーですね。メリメリー。こんな色あるんですね。メリーこの色はグリップがはい。どうしても太めの方が好きで、はでもともとはビクターの使ってたんだけど、はい。あまり調子が良くなくなって、そうなんですか。でメリーは昔からやっぱり良かったからメリーに戻しちゃったの。手にしっくりくるのもそうだし、握った後のその刃の入り方とかが俺の体には合ってんのかもしれない。だからそれに変えちゃったの。で、田島のスケールがあって、これが最近のやつですよね。そうですね。かっこいいですね。これお財布ですか？視覚障入れ。ちゃんと。視覚障とあとテスターが下に。ちゃんと視覚障持ち歩いてあるんですね。でもこのサイズのカードケース入るんですね、これ。これね、たまたまこれね、全然これちょっと高いんだけど、自分が使ってる財布のメーカーさん、もう本当に職人さんが一つ一つ手作りで作ってる革のメーカーさんで、俺ブランド好きじゃない。だけどこういうのにお金かけるの大好きで、でそしたらちょうど視覚障が綺麗にサイズで、こっちカード型のやつは分からないし、電気工事士の免許とかはこっち側に入れられるからちょうどいいなと思って初めは現場の小銭入れみたいな感じしてたんだけど、いつの間にか視覚障害に変わっちゃいました。でカッターナイフがあって、クラインさんの人気ですね。もうこれですね。そうですね。僕のはそれのもう一個長いので、これ短い方だと根元がこの六角になってるんで、ここにスパナかけて力かけて回せます。これってね、僕気になってたんですけど、後ろに結構皆さんつけてはるじゃないですか。邪魔ではないんですか？どれが？ここ全然邪魔じゃない。そうなんですか。腰道具すると、今こうやってすごく狭く見えるけど、実際するとこうなるから広がるじゃない。だからね、全然ここ邪魔じゃない。でこれにこれがこうやってついててもここら辺取るの全然問題ないし、全然ワンタッチで取れるんですね。そう、さって抜けるし、全然そのまま抜けてるし、こういうところに入れるのを、こういうのだったら絶対こうじゃなくてこういうところにこうやって入れるじゃない。確かにね。でそうすると取るの大変だったりとかするから、そういうのが方がいいかなと思ってしてます。ドブスター。ここですね、プレートも金で。それね、高かったな。アルミですか？全部アルミですね。こんなんも高いんでしょ？このスリーブっていうんですか？そうでも全部ね、やっぱそういうとやっぱりそれなりにしちゃうしね。でこの水平器も、これはあれですか？最近のあれなんですか？こうなってるやつ。そうですね。俺も前は直接ここに2枚重ねにして、でそこにこれつけてたけど、これがアルミで出てたから、買っちゃいましたね。やっちゃいましたね。で、こうやってソケットをつけれるんですね。でアルミの配置キット出してあげて、これがくっつかないようにしてあげれば。今これ流行ってますよね。これね、
まあ時間が短いよね。ずっとつけてられないからやっぱり。でもちょっとなんか天井裏覗きたいなってなった時にはやっぱりこれやってピュッて手伸ばせばはいはいはい。見えるから、それまではね俺これ使ったのよ。ああ、ここ使ってこうやって見てたんだけど暗いからこれ全然明るいからこっちにしてこれは何ですか？これね絶縁の絶縁のビットアネックス。でここでだから切れ円が切れてるから、はいはい。ここから先でここで止まるのよね。ますね。でこの先来ないね。で一応1000ボルトまで持つから全然バンド全然問題なくできるって感じ。いいですね。で延長ですね。結構これ何でもいけるやつ。コンクリもいけるやつ。すごいですね。青ベースとかちょこっとめんどかな、わざわざ持ってくるのめんどくさいなと思ったらペンドラックつけちゃえば使えるんで。これあれちゃいます？新しいビクターさんの。そうですね。ここはあえてというか青なんですね。赤にしようかなと思ったんだけど、こっちを先に青で買っちゃってたからスケールを合わせたっていう。2ポイント。まあそれとそれが青で、はい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 。本当は全部なんか黄色とかにしたかったりとかするんで。電卓いいですね。電卓図面ね見るときに絶対配管やってるからよくわかるけど。そうですね。いつも僕携帯出してるんで時間で携帯やると手袋がさ、そうですね。取らないとできないとかあるから、それだったらいいですね。ちっちゃいしね。ずん切りもあるし、3分4分ですか。これもカスタムされてるんですね。そうですね。大松さん。インダストリアルよくしてもらってるんで。そうなんですね。ヘルメットも大松さんで作ってもらって。ありがとうございます。ちょっとね、本当はゆっくりいろいろもっと撮りたいんですけど、ちょっと今日たくさんの人がいてるんで、この腰道具の自分の中のポイントといいますか、こだわりみたいなのって教えてもらえますか？ポイントは自分のやっぱ使いやすさ、仕事をしていく上でやっぱり自分がどうやったら早く仕事ができるのか考えて行き着いたらこんなになっちゃったっていうでこれを少なくしようとも思ったんだけどなかなか難しくて、まああとはもう年取っていった時にどんどん物が少なくなっていくかなっていう気がするんですけどちょっと、今の現段階ではまだ減らす気がない。いけるところまでこのスタイルで。でもこれって総額どれくらいかかってるんですかね？今これ以外にフルハーネスと普通、もう一個サスペンダーのやつ、仕上げ用のやつと配線用のやつって全部まとめちゃっていろいろ買っちゃってるからこれだけでいくらって出せないんだけど、多分全部合わせたらまあっていう数字はいっちゃうんじゃないかな。わかりました。まあちょこちょこ揃えていってるからね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。僕もインスタの投稿とかいろいろ見させてもらってるんですけど、エグゼナとかね、全部揃えられてたりね、結構その道具の紹介とか、そうですね。仕事のね、ノウハウとか投稿されてるんで、インスタ載せていいですよね。そうですね。はい。ここにピロンって AE さんのインスタ載せておきますので、お願いします。ちょっとこの腰道具を見て、いろいろ聞きたいなっていう質問とかあったら、フォローしてみてください。今日はわざわざというか、はるばるありがとうございました。どうもありがとうございました。また今後もお願いします。よろしくお願いします。AEワークさんでした。お疲れ様です。お疲れ様です。先ほどね、自己紹介してもらったんですけど、なんと26歳という若いですね。いえいえ。センキュアリティっていうのは自分設備屋なんで、設備屋は設備屋は11年です。なら15歳、はい、中学卒業してすぐぐらいから。そうです。お父さんですね。いや、はい。ということで、ニックスが好きなんですね。そうですね。父親の影響で、一番最初に父親ができて、単純にかっこいいなと思って、俺も真似しようっていうので始めたのがきっかけです。わかりました。ということで、菊池さんの撮影は大阪のあややんにナビゲーターしてもらおうと思います。重たそうですね。ここ熱いんで、インパクトが下がってますね。18ボルトね。やっぱ設備屋さんやから、僕らとまた違っておもろいですね。初めてちゃいます、ゆうさんのチャンネルで。設備屋さん初めてです。フルハーネス仕様なんですね。そうですね。これは田島のフルハーネスですね。はい、そうです。で、そのままベルトっていうかサポーターも全部田島で作ってる感じですね。はい。なるほど。やっぱラチェット系が多いですね。そうですね。
自分たちは作業的には一番最初の基礎の段階から入ってお客さんに渡すちょっと前ぐらいまでずっと現場にいるような状態なんで、大体一現場に1年とか1年半ぐらいいるんで、工期が長いんですね。はい、すみません。設備屋さんってどんなことをするんですか？自分は主に簡単にざっくり言うと雑工と呼ばれているような仕事なんですけども、はいはいはい。一応会社的には農工っていうのでやらせてもらってます。建物自体の本当の初めからです。あ、なるほど。もう鉄筋が組まれてきて、そこに配管通す穴のためにスリーブ入れたりとか、コンクリ打たれて建物がどんどんできてきて、その現場によるんですけど、工場とかだと、頼まれれば画台組んだりだとか、機械系の画台組んだり、あとはレッカーでいろいろ機材を上げたりとか、そういうちょっと細かいようないろんなことやってるんですけど。重量屋さんっぽいこともするってことですね。はい。道具見ていきましょう。これ珍しいですね。7.5メートルって僕らじゃ使わない長さですもんね。自分たち工場をやるので、大体1スパンあたり10メーターとかあるんで、7.5 でも届かなければあるぐらい。はい。僕らの 5.5 じゃ話にならないわけですよね。これ掃除バケどういう時使うんですか？鉄骨に穴開けたりとか、そういう切り子とかが結局鉄骨の隙間とかに入って、室内でも湿気とかやっぱ錆びたりするんで、それのための掃除用ってことですね。で、ガチャシノラチェットがあって、で落下防止がついてるんですね。これは1721です。あ、1721。で、こっちが13と17ですか。これもともと緑なのがこれ使い込んでってこの色が剥げた状態ですか？いや、こっちも最初の色って MCC のやつでクリーム色みたいな感じの色を、YouTube で磨いてる人を見て、かっこいいなと思って、とりあえず磨き始めて、自分でやられてるんですね。でこれでいい感じにいったかなと思ったんで、こっちも試しにだったんですね。もともとの色はこの濃い緑色の色が全部なってるような感じなんで。一本磨くのすごい時間かかりそうですね。でも30分ぐらいで。それぐらいできるんですか？はい。ぐらいちょっとあんま詳しくなかったのでざっくりって感じだったんで。なるほど。はい。で、インパクトがこれ常にぶら下がってるんですか？用途によりますね。作業によって安全帯自体交換するので。ああ、なるほど。はい。ニックスのやつは主にこれと、あと改修工事用でただのベルトだけっていうのをしてるような感じです。なるほど。で、これソケットが1721です。あ、田島の。はい。1721が多いんですね。使うあれそうですね。まあ画台とかでやればインパクトレンチ使ったりする時もあるので、足場材のパイプとかでクランプ締めたりとかちょろっとやる時は主にこっち使う時が多いですね。で、真ん中後ろに腰袋があって、これバリスティックですね。はい、バリスティックです。やっぱ外作業をちょっと意識したところあるんですかね。大体は一応こういう中で使ってるんですけど、ボードのカスとか大体白くなって汚れた時に、革の掃除ってどうやってやるんだろうなって思った時に、一番この底って汚れるじゃないですか。ここ腰袋の底が一番汚れるんで、バリスティックだったら洗えるよなと思って、一応逆にここだけバリスティックにしたっていう感じですね。なるほど。常にこう腰道具を手入れしやすさを考えて、ここは革ではないということですね。で、ここにレベルホルダーがあるんですね。レベルホルダーがちょうどバリスティックのやつが欲しかったんですけど、その時まだなくて、周りにあんまニックスを売ってるお店もそんななかったので、一応近くでこれあったんで、とりあえず一回これ使ってみて、よかったら変えようかなって思ってます。今後ここがバリスティックに変わる。変わるかもしれないですね。まだまだ進化は止まらない状態ですね。モンキー、このモンキーちょっとこれ2本とも珍しいですけど、こっちすごい形してますね、この刃の部分が。そうですね。すげえ。反り返って。エアコンの室外機とか結局友締めするのに結局インパクトって入んないじゃないですか。鉄骨があってそこの挟むときにそうすると、こいつを下側に入れて、このモンキーのここが太いんで、こう編むときにこの太い同士だと当たっちゃって回らないんですよね。ダブルナット締めるときに。で大体こいつでこう下を押さえながら、この太いのでこう上で回せるようにここがちょっと細くなってて、なるほど。それで一応これを使ってるような感じですね。これはトップですね。トップのモンキーですね。こいつはちょっとメーカーわかんないんですけど、それ後ろラジェットなんですね。はい。これで押さえて逆にこっちを回せたりとか、厳しかったらモンキー両方いけるように、一応そういう感じしてます。
小物ポーチついてますけど、普段どういうものを？墨壺入れたりしてますね。あ、墨壺。はい。ちょうどぴったしなんですよね。なるほど。そういう使い方もできるんですね。僕らはやっぱどうしても電気はここ VS トリッパーって言ったら電線抜くやつ入れちゃうんで、はい。そうか、他の業者さんだったらそういう使い方するんですね。自分は墨壺入れて、はいちっちゃい電卓をここに入れるような。あ、ここに電卓を。はい。そういう使い方もできるのか。で、これがまたいっぱいぶら下がってますけども。これはほとんど17ですね。 17好きですね。 17で、大体自分たち17が主に多くて、 3部ってことですか？3部ですね。あ釣った前ネジとかをダブルナットにして締めるときに、これで2つで締める。これ一本首振りなんですね、後ろが。1本首振りですね。場所によってすごい狭いところとかもあるので、はいはい。柱の裏側に壁があって、その鉄骨から伸ばしてるところとか、すごい狭い隙間をやるんで、ちょっと曲がったりすればできんのになとか、そういう用途によって一応首振り使うような感じです。なるほど。はい。で、番線カッター。はい。で、あとハンマーですね。そうですね。これハンマー自分でこれつけたんですか？あ、そうです。これは自分でつけました。アイボルトですか？はいへ。ーなんかアイボルトで塗って、ほうほうほう。握り通して。はい。すごい。へえ。で落下防止つけられるようにして、あ、そうか、下もつけたから落はい下防止がつけれるんですね。はい。へえ、これは初めて見た。天才ですね。結局これも誰かの YouTube でかっこいいなっていうのがあって真似させてもらいました。結構いろんな YouTube 勉強されてるんですね。そうですね。菊池さんのいろいろ見せてもらったんですけど、どんなことを考えて作ってるというか、こだわりのポイントみたいなのがあれば教えてほしいんですけど。長さっつった方がいいのかな。長いですもんね、結構はいね。基本3段以上ですもんね、これ。そうですね。ちょうどつけて、はいしゃがんだ時のパン取りやすさの位置にこう結構、はい、そうです。逆に短すぎても取りづらいし、長すぎても落っことしたりとかしやすくなっちゃうんで、自分的にちょうどいい長さがこの高さかなっていうので、配置はメインがやっぱ自分右利きなんで、はいメインは右側にして左側は取りやすい位置は前の方にして墨壺とか後ろで回しても手取れるようなものをなるべくこっち側にするように、ああ、なるほど。この左の自分の腰の後ろぐらいですね。電気屋さん見てこっちに腰袋やってたんですけど、自分たち腰袋ってあんま取るものってあんまないんで、で一応後ろにしたっていう感じですね。なるほど。はい、いろいろ試行錯誤して今のこの形が出来上がったってことですね。はい、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はわざわざ来てもらってありがとうございました。ありがとうございます。インスタとかもね、されてますよね。菊池さんのインスタのアカウント、こことか概要欄にも貼っておきますので、この腰道具、僕も今日本当はちょっともっといろいろ聞きたくて時間かけて撮りたかったんですけど、ちょっといろんな方来てもらってるんでサクッといったんで、ちょっとわからないこととかあればね、質問の DM とかしてみてください。では最後に26歳という若さですごく貴重な人材だと思うので、同じ年代の方とかに向けて最後にメッセージお願いします。26歳っていう若さで今一番現場で体が動いて頑張れる年齢だと思うので、どんどんいろんなものを周りを見て吸収して一緒に頑張っていきましょう。お願いします。じゃあ本日ははい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。さよなら。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はこちらの会社の方、自己紹介を先してもらったんですけど、もう一度サクッとお願いします。高井新興伝説のこうきです。よろしくお願いします。高井新興伝説の小林です。よろしくお願いします。ちなみにお二人はお友達なんですね。はい、同級生で。はいご年齢は28です。若いですね。でかいですね。ちょっともう天井高くしな。大きくしてますということでニックスが好きなんですね。じゃあちょっと後ろを向いてもらっていいですか。はい。こうですね。こういう感じで。今からちょっと置いて詳しく聞いていきたいと思います。すいません。お願いします。紫すごいな。映えるな。いや今日じっくりと本来ならば撮っていきたいとこなんですけど、ちょっと今日たくさんの方が来てますんで、ちょっと僕のチャンネルでもサクサクサクっといきます。はい。で、よっチャンネルさん、はい。会社としてですかね、YouTube。そうです。会社として YouTube されてるので、ご自身のチャンネルでも詳しく上げますよね。はい。詳しく上げていくとのことなんで、詳しくはそちらのリンク、僕貼っとくんで見てください。こちら、コウキさん、はい。こだわりのポイントは？こだわりのポイントはナイフ差しのところにペンを入れてるっていうところですかね。僕これ触ったりしても大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい。贅沢使いですね。っていうのも木造住宅の電気配線なんかが多かったりするんで、すぐペンを出してこう墨をつけたりするのに
新興さんのメインは木造が多いですね。そうですね。じゃあ木造に特化されたように組んではるんですね。そうです。ちなみにニックスはいつから？まだ1年ぐらいですね。はい。ユージさんは？これは多分3年か4年ぐらいですね。ユージさんの方が電気屋さん長いんですか？いや、一緒に誘われて入ったんですね。こう。でもニックス別にあんま興味なかそうですねったけど、はいみんなの見てて、俺も揃えたのかなというそんな感じですね。ですね。はいおすげえ。ありがとうございます。で、こちらがユージさんのサブになるんですか？そうですね。これがメインですか？はい。どういうふうに使い分けてるんですか？まあ雨の日とかこっちに飽きた時にこっちみたいな。こっちが革で、はいこっちがバリなんですね。はいどっちも高いですよね。そうですね。結構使いましたね。で、紫が好きなんですね。そうですね。このお二人の格子道具を今見比べて、はいこれは言ったら短いじゃないですか、長さが。これは長いじゃないですか。はい。どういういいですね。いいっすかみんながやってるのを見てなんとなくやっていたら、実際どうなんですか？どっちの方が使いやすいんですか？こっちですね。あ、こっち。届かない時あるんで。ああ、手たまがに。手長そうやね。そんなユージさんでも届かないと。たまにありますね。この腰道具のポイントといいますか、これって珍しいですね。これハンマーホルダーですよね。そうですね。落ちちゃったりしないですか？落ちないですね。なんかすごい斬新ですね。あれがちょっと苦手でみんな使ってるペン型のホルダー。例えばここに一個もないですね。自分も同じでやっぱりこういう風に刺さるようにへえ。なんでなんですかね。取り出しやすい取れやですかね。すいですね。あとは器具付けの時以外は正面にあっても、例えば自分左手でこう取るんですけど、はい。後ろで取るより角で取った方があやりいいっていうのがあるんで、へえ。自分はこれですね、うちは。あ、そうなんですか。そうですね。業種によって全然違うんですね。これ珍しい色ですね。そうですね。それステンレスですか？ステンレスです、これめっ。ちゃ重たいですね。そうです。紫で、これがなんか黄色じゃないですか、同じ色で。おー。エヴァンゲリオンじゃないですか。別に好きじゃないんですけど、合わせてやろうかなと思って。これあれですね。人気の角田。やっそうです。ぱりこう木造系だとこういうのサイズが多いんですか？そうですね。 VA 着るのにですか？もうそうですし、CVT もそうです。ああ、そんなの着れるんですはいね。 14スケぐらいまでいけますかね。 22って書いてますもんね。 22か。結構いきます。これはこういう色が売ってるんですか？去年か、うんまあ限定で出て、へえ。これこうすると分かる紫だったんで。あ、黒銀。この金ですね。もう結構使い込んでて。あ、これ銀、もともと金やったんですか？もともと金です。あ、シャックルが色が銀になっちゃいねます。だいぶ使い込んでますね。 2部のレーダー管切ったら割れちゃって。確かに。皆さん黒銀ですね。すみません、抜きづらくて。こだわりっすね。黒金、こっちはまだ新しいですよ。新しいですね。友達同士こう見てくるんですね。そうです、一緒にやってるんで、やっぱりこっちの方が軽いよとか、あこっちはちょっと重くてどうだったっていうこう共有とか情があ報共有してったりするんで、はい、そうドライバーすると、も一緒ですもんね。まあ、自分はこれしばらく前からあれだったんですけど、最初から使ってるやつで、赤と黄色のやつはい。が標準の色なんですけど、青が出てかっこいいなと思って自分もこれに変えたような感じですね。渋いですね。ありがとうございます。ハンマーはちょっと違うんですね、お二人。こっちはハンマーついてないんですね。ついてないですね。使わない。いや、あるんですけど、ちょっと汚かったんで。ああ、そうですね。専用タイプを使ってる電気屋さん久しぶりに見ましたね。これはステップル売ったりですか？そうです。かなり使うんですね。そうですね。皮。これ高いやつですよね。これ高い。そうですね。2万3000とかそんぐらいだったかな。バリ巻きですね。そうですね。はい。増田さんに似た感じですね、腰道具。そうですね。色的にすごく仕上がってますよね、このね革のね。これは綺麗ですね。昨日つけたんです。買ったんですか？昨日買って昨日つけた。へえ。ここってあれほんまはレベル系とか入れるんですよね。そうですね。なんとなくここに今入れて使い勝手を今模索してるところで。そういえば水平器をあまり使うことが。使ってるんですけど、ここにあっちにそういうタイプなんですねはい。ちょいやつや。コンセントも計画。あ、これ計画ないですよね。はい。その時はまた別の。そうですね。こっちにも入ってるんですか？いいヒットですね、今回は。あ、今出し入れはしてるんですけど、その仕事に応じて。はい。ここにも黒金発見です。黒金好きなんですね。いいですね。かっこよかったんで。今度黒金の社長と飲みに行ってきます。あ、そうなんですか。はい。じゃあ楽しみです。それ珍しいですね、それ。ね、初めて見ました。どこのやつですか？これは田島だったかな。へえ。確か。後ろにそんな。これは点検口開けたりですかね？いや、違います。何に使うんですか？これ確か段ボールだったんで。開墾用ですね。見た目で買ったんですけど。あ、これクライン、増田さんじゃないですか。知ってます？増田さん。知らない。僕のチャンネルでね、こういう感じなんですよ。はい。で道具も似てるんであ、そうなんですか。仲良くなると思うんで。こっちドライバーもクラインですからね。
フライですね。大きさは1個なんですか？あと2つあります。使い分けてはるんですね。そうですね。雨の日と。僕ちょっと気になったんですけど、この腰袋にみんな入れはるんですけど、これデンさんとマーベルですよね。なんでこれ2段に入れてるから。これは下にステップが入ってるんですよ。木造やってるんですけど。あ、なるほどね。これ4段じゃないですけど、ここからこの間から手を入れて、はい。ステップラ取るんですか？そうです。配線の時に手だけを入れて、自分はそうしてるんです。取れるっすね。そうなんですよ。すげえ。初めて見たこのアイディア。よくここに引っかかるんですよ。やってないですね。自分はなんですけど、これ形のあれでただ入れてるだけなんですけど、電酸のタッカーで止めてこう回し引きとか、はいはい、何でも刺さるんですけど、例えばこうドライバーとか何でもこう刺さるようにちょっとアレンジして賢いですねこれ。やってるんですけど、すごいですね。ドライバー入れるんでしたっけ？そうです。でちょっと下ちょっとカットして、でなんかこう質感っていうのもちょっと似てたんでいいかなと思って。タッカー持ってはるんですね。そうです。すげえ。タッカーっていうのがあればできるんですね。そうですね。まあ持ってない人は言ったらナットとかでもいいんですよね。です。ただこっち側に出てきちゃうと、こっちがちょっと痛いかなと思って。裏面だけを止めるように。そうですね。こんな形でしないといけないですね。皆さんアイディアがすごいですね。これは初めて見ましたよ。なんかこんなことをしてますみたいなのあります？今みたいな。ああ、やっぱこれぐらいですかね。いや、これもすごかったですね。じゃあそろそろ、最後に一番のこだわりのポイントを教えてもらって終わろうと思います。一番のこだわり、やっぱこの最初に一番好きだったこの色を買ったのがそうですかね。初代。はい。ニトロさんが見てこれを買ったんですよ。一番最初に。めっちゃ嬉しいな。嬉しい。師匠みたいな。と思わなかったんで。あ、よかった。今日ちなみにニトロさんって方も来ててね。ありがとうございます。自分のポイントはチタンプレートですね。自分で焼いたんですか？ああじゃないですよ。もともとチタンなんですけど、このサックとかは多分飽きてとかちょっと壊れたりで買えるなと思ったんですけど、ここだけはしばらく買えないなと思ってちょっといいやつを、高いんですけどチタンのやつはあれですよね。これだけこう揃えたかったので大事にね。はい。わかりました。今日はありがとうございました。会社まで貸してもらって助かってます。で、YouTube は皆さん出演していくんですか？まああんまり決まってないですけど多分出演して、はい。まあとりあえずまだ始めたばっかそうりですね。まだよく決まってなくていろいろと。はい。わかりました。じゃあお兄さんがまあメインで YouTube を運営されていて、まあみんなで協力しながらやっていくって感じですそういうことですね。ってことでよっチャンネルさんのリンクとか僕貼っときますので。ぜひ見に行ってください。で、お二人はインスタとかされてるんですか？はい。インスタの方ね、今日ね、詳しくいろいろとこう見れなかったんで、気になるよって方は DM とか送ってもらえれば、若い2人が答えてくれますと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。言い残したことはないですか？大丈夫です。はい。ということで、本日は新興伝説ですさんのお二人に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。先ほどね、冒頭でも軽く自己紹介してもらったんですけども、またもう一度自己紹介お願いします。ニトロ電工のニトロです。よろしく。これが実際というかメインで使われてる方ですか？これがね、仕上げ用ですね。あ、仕上げ用、あまりこう汚せないっていうことですかね。そう、こんな感じです。なんですね、これ。ちょうどですね、ほら。ああ、そう考えてちょうどになるように。皆さんなんか同じ高さって言うんですけど、結局場所によっては届かなくなるんで、めっちゃバラバラです。物によって変えてるんですね。物によって取りやすい位置で、お前らこれ見るとみんな長いねって言うんですけど、ちょうどなんですよ。黒と赤で結構統一されてる感じで、めっちゃかっこいいな。すげえ。いい塩梅仕様です。じゃあちょっと詳しく見ていきたいので、置いてもらってもいいですか？はい。なんか威圧感がすごいですね、これ。かっこいいですね。黒と赤で。4年かけて少しずつ集めて、やっと組み上げたような感じですかね。ちょこちょこ揃えていったってことですか？そうですね。物入んなかったりしてたんで。結構在庫がないことが多いですよね。こっちが結構まあメインで。これが一番最初に作るのと何個作ったか最初。これは仮組でただ作って、普通に使うのに、これとチェーンなしバージョンで2種類使ったので仕事は。これはご自身でやられたんですか？はい。すげえ。強度も増しそうですね。意外と丈夫です。ね、ペンドラ入れ。作ってからまだ1回も外れないですね。これも4年ぐらい経つんですけど。これは
カスタマイズですか？それは革についてたやつを外してへえ。これスケールのやつですよね。そうでニックスさんでスケールさせるよって書いてあったんですけど、今は何に使われてるんですか？インパクトフックですね。ああ、インパクトカチャッと。なんかよく見たらこれがいっぱいついてますね。そうなんです。いろんなもんガチャガチャその時に合わせてはめようとしてるんで、ああ、ほなこのスケール以外にもガチャガチャできるのを持ってはるんですね。はい、いろいろ。へえ。ここは何用ですか？これはストリッパ入れですね。ニックスさんでまずナイロンができてなかったんで、これメーカーさんに見せると怒られるんですけど。あ、そうなんですか？いや、改造してるから。なんでうちのじゃない。だってうちので出てないよねって話で。ああ、そういうことですね。そしたら今バリスティックの方で先に出たから、ゆくゆく赤タグ欲しいですって相談はしてるんですけど。あ、そういうことですね。確かにね。僕も赤タグ待ってるんですよ。あ、こっちは赤タグで揃えたいっていうことですか？そうですね。軽いですもんね。はい。ニットも重いですけどね。全部いろいろ刺すと重いですね。これもご自身で。これもまだこれじゃないやつのチェーン式はあったんですけど、当時なかったんで、なんとかならないかなということで自分で。三日月さんもこれやってましたね。これ僕そうですねやってるし、増田さんより先やったってことですよね。ほう、さすが。これは何なんですか？何なんですか？それはマーベルさんの出していいですか？はい。マーベルさんで出してる腰袋に本来はこうパキッとはまるやつなんですけど。で出てるのが赤と緑が出てるんですけど、ちょうど赤タグで赤でいいかなと思って。赤が好きなんですね。そうですね。こんなアクセサリーも赤な、青も好きなんですけど、黒金好きですね。好きというか勢いで買っちゃったんですか？こそこそっと大量に。これは歯まだやられてないですね。意外とやられてない。あれってなりました。ちょっと改善してほしいですよね。歯がちょっと切れ味が良すぎて弱いんですよね。ねえ、そうなんですよ。ペン刺し。かっこいいですね。黒金、ニッター、ペンチ。道具もあれですね、綺麗に使われてますね。なるべくはちょいちょいこう吹いたりしてるんですか？そうですね。湿気置いときは556吹きかけといたりとか。やっぱあれなんですね、道具が好きなんですね。そうですね、道具は好きですね。なかなかやっぱりメンテナンスって結構めんどくさいじゃないですか。ねえ、面倒くさい。でもこうこまめにやられてて、僕の動画でも出したんですけど、空調服のハーフパンツ、改造というかね、ご自身でこう改善していったりね、豆ですよね。思いついたらやるか思いついたままやらないか極端なんです。B 型なのか音声なのかわかんないですけど、熱しやすく冷めやすいというか。あやも B 型でしたよね。すごく気持ちがわかります。B 型あるあるなんですか？あるあるです。だから最初これはもう使うっていうかバババって言ってたんですけど、こいつ組み立てるのに悩みすぎて4年かかってるんですよ。どういう風にしようかなみたいな。で最初スチールかで、あとステンレスが出てきたじゃないですか。それだとまだ重いかなっていうことで、アルミ出てきたんでいこうかなっていう。でも結構ね、思いのぶら下げてるとアルミさんのボルトがやられてきそうなので、やられたりするんですね。なんか他の人でもう削れちゃったとかいう人がいたんで、今後最悪はここだけステンレスのに交換してもいいのかな。これは丈夫でしょうけど、その代わりちょっと重たくなっちゃうってことですか？多少重くなるでしょうね。黒とか赤をちぐはぐにしてるのかっこいいですね。こだわりですか？こだわりっていうほどのこだわりでもないんですけど、いや皆さんいろいろ赤が好きで赤とか、黒とかやってるんで、赤黒でこれの流れですね。黒で赤タグみたいな赤ステッチがあるんで、その流れで赤黒格子で入れてみようかなみたいな。これめっちゃさせるんですね。これ一番これだけ高いんですよね。そうなんですか？おいくらぐらいなんですか？あれこれ2万近くなかったですか？定価で使ってない感じですか？これ普段刺しとくと重いんで、大体刺してる時はここにアッペン。アッペンも入るんですか？55とかの。55と今だと14ぐらいまではコンパクトのタイプで出てる、あれだったら入るの。でここにペンドラボールと
とかちっちゃいモンキー刺しといて、最初これここに入れてたんですけど、ペンドラあんまり使われないの？いやペンドラね今違うところに刺さってそういうことですね。いろんな腰袋を使ってるのに今そっちの方に刺してるんですけど、これはちゃんとできるんですね。そうです。これはインシュロックとかケースさかけとくのにですかね。あとはテープ引っ掛けといたり。すごい。本当はこれも黒はいいんですけど、黒鉄で塗装品なんで擦れてくると錆びるんですよね、こんな感じで。で重いの分かってるんですけど、いいですね。こうペタンとできるから邪魔にならないんですね。この固定タイプも存在してるんですけど、狭いところで引っ掛けるんで畳めるタイプ。これもですか？これは基本ついてないです。車に引っ掛ける時用じゃないと取れないんでこれもうちょい長くすればいいんですけど、車用ですね。そう車に引っ掛けとくだけですね。基本これはないです。でもこのアイデアいいかもしれないですね。腰道具積む時ベタってなるのが嫌で、吊るしたい時吊るしてんでだんだん削れてきます。これがさっきの AE さんが出た、これが出る前はこうしてたみたいな。そう。プレート上下向きっていうやつですね、いわゆる。今でねアダプターここにつけて斜めとか言ってますけど、これ2枚も使ってるんですね。そう金かかってますよ。贅沢します。意外と銭かかってますよ。やっぱ黒ピン好きなんですね。はい。かっこいいですね。アホなんでこれ丸々各色段ボール1個ずつぐらい10個入りかなんかを買ってましたね、そういえば。昔というか。事務所に囲ってあります。開けてないです。なんで買ったんですか、そんなに。いつか使うかなと。そう。いつか使うかなと仲良くなった人にプレゼントしたり。そんな意味で買ったんですけど。お土産感覚ですね。そう。押し込みすぎて今どこにあるかすら怪しくなった。本来ねみんなここに入れるんですけど、深いんですよね。取りづらいんで。逆に何入れてはるんですか？回し引き。回し引き。ちなみに回し引きって言いはるんですね。僕らは引き回しなんですよ、関西は。多分引き回しって言うと首根っこ掴んでこうやがらにやられそうなニュアンスになるんですね、うちの方は。そうなんですね。引き回すぞ的な。そう。ありがとうございました。最後にこだわりというか、こういう風に考えて作ったよとか、今から腰道具組まれる方に向けて教えてもらえたらと思うんですけど。ですね、映えは気にしないでください。自分が使って使いやすい配置とか長さとか見てもらって映えるのも大事なのかもしれないですけど、結局所詮道具なので自分が一番使いやすい状態にするのがベストだと思ってます。映えてる人ごめんなさい。申し訳ない。でもこう自分好みにカスタマイズされてますけど、僕からしたらめっちゃ映えてますけどね。かっこいいなと思います。ありがとうございます。ほんまに。ちなみにこれって総額どれぐらいですか？覚えてないです。何も言ってんですかね。今日はどれぐらいかかりました、ここまで？現場から約1時間で来ました。1時間もかけて来てもらってありがとうございました。ニタロさんは僕結構インスタで友達歴っていうんですかね、インスタ友達歴、直接インスタ経由で電話して喋ったりとか、結構お付き合いさせてもらってて、いつか会いたいなと思って今日会えたんで嬉しかったです。こんなご時世なんですけど、吉田さんに会いたいってだけで来たんで、僕のこといじめないでね。照れますね。ニトロさんね、こういう腰道具も詳しいですし、先ほども言いましたけど、いろんな作業服のね、カスタムとか、他にもいろんなためになる投稿をされているので、ここにピロンって載せておきますので、質問とか興味がある方は、ぜひフォローしてみてください。最近はふざけた投稿しかしてないです。そういうね、ノウハウばっかりだけど、面白い投稿も結構してはるんで、そこも楽しめるコンテンツとなってますので、じゃあ、僕のチャンネルでは、若い方といいますか、これからの電気工事屋さんを応援したいということで、僕が言うのも生意気なんですけど、ちょっとベテランの方から、今頑張ってる方に向けて、最後に締めてもらえたら。辛かったりいろいろあると思いますが、やっていけばいつか実は実ります。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。チェケラッチョさん、冒頭でご紹介してもらったんですけど、ちょっともう一度お願いしていいですか？埼玉県の上尾市から来ました。電気屋のチェケラッチョです。よろしくお願いします。お願いします。次はあややナビゲーターで行こうと思いますので、よろしくお願いします。はい。
ちょっとさっと見せてもらったんですけど、赤メインですか？はい、全部赤です。ちょっとくるっと回ってよろしいですか？ベルトも赤なんですね。そうですね。これはなんかズボンのベルトまでズボンのベルトも赤こでだわってますね。すごいわ。じゃあちょっと一個ずつ見させていただきたいと思います。はい。確かになんかチェケラッチョって感じしますね。なんでかチェケラッチョ。何それって最初言ってたんですけど、ちょっと面白いぞって並べてもらったんですけど、これ2つあるんですね。はい。こっちが配線用ですね。配線用、はいで布赤タグがメインですか？そうですね。全部赤タグ。ちなみにお仕事っていうのはどういう電気屋です。電気屋のああ、木造がメインなんで、はい。ハウスメーカーを。だからこうノコとかあとハンマそうですねー。があって、はい。まあ引き回しますって、はい僕ら西では引き回しって言うんですよ。こちら逆ですね。あ、いいですよね。そうちょっとだからその辺ちょっと関西に言い回しなとこあると思いますけど。あ、もう全然大丈夫はいです。でこっちはこっちは仕上げ用ですね。あ、仕上げはこの革でこっちでやってます。気合い入れていく感じですね。はい。さっきのニトロさんもそうでしたけど、仕上げ用とこう工事用で結構皆さん分けられてるんですね。こっちでやろうと思えばできるんですけど、そうすると仕上げに必要な材料を、持ってった材料からこう取りに行かなきゃいけないっていうあただその手間があるんで、あ、効率化ですね。そうですね。僕ら知ってる電気屋さんの仕上げを布使う方が多いんですよね。革だとなんかこうクロス傷つきやすいんじゃないかなと思ったり、はい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 。多分その辺は人の考え方に違うと思うんですけど、はい、でこっちまず一番右からペンホルダーですね。そうですね。これ新しいですけど最近ですか？最近です。ずっと探してたんですけどなくて、それがやっとなんか並んだみたいな、みんなこぞって貸してましたもんね。はい。あったと思って。でマッキーがあってなんか検電機で、これマッキーあれなんですよ、ノック式って言ってノック式です押したら先が出てくるタイプなんですね。で次に霧があって、この霧先端が細くなってってるんですね。そうですね。細ビスとか止める時の下穴下穴開ける用のキルなんで。あ、なるほど。でテープフッカーがこのワイヤー式のやつをそうですね。使ってるのと、あとフックと2つあるんですね。はい。でビットホルダーがあって、これはカスタムですか？元からこれは元からですね。これじゃないです。これはそうです。この上につけるやつを反対にして使ってるんですよ。ですよね。なんか違うなと思って。ゆうさんよく気づきましたね。そうでしょ。さすが。すごい。田島のやつですけど、田島のや普段現場でその照明がない時とかにそうですね。ここに爪つけてる感じですね。なるほど。でその下にペンチがあって、ニッパーがあって色がすごい。これもともと黒金ですか？黒金ですね。をシルバーでシルバーに塗りました。なんですか？あ、でグラデーションみたいになってるんですね。いや、これ多分もう使ってるうちにちょっとはけてきちゃってるんですよね。そういうことですね。でこれ田島のカッターパターン赤色赤です。赤でここが次ペンパクで、これもうあれ塗装ですか？これは白く自分で塗って、はい。そこに水圧転写かけてお、すげえ。塗った後にするやつですか？スタートにやってます。ご自身でされたんですか？そうです。めっちゃ綺麗ですね。豆ですね。めっちゃかっこいい。ちょっとはげてきちゃってますけど。結構なんかこう塗装とかカスタムされるの多いですね。そうですよね。色揃えたいなって思ってて、全部赤にするか、ベルトループとチェーンがシルバーなんで、シルバーにするかで悩んだんですけど、遊び心でシルバーになるほどしようと思って。シルバーのベルトループとチェーン目指しますけど、これアニバーサリーですよね。そうです。限定品ですよね。限定のやつですね。をこうふんだんにはい。使っちゃって何枚ついてるんですかこれ8枚ですね。いや8枚1枚何本ぐらいなんですかこれ？ 8枚ですね。1枚。7000円、8000円ぐらい。高い。そこだけ結構金額いってますね今頭の中シャリーンって音がした。これ気になるんですけどね。何なんですか？インスタでやってる人の見て、はい。ちょっと真似させてもらったんですけど、これテント用品かなんかのやつなんですね。はい。でこれの穴っていうのがはい。ちょうど合うらしいんですよ。っていうのでやったんですけど、マジで合って、もうすげえと思って。何に使うんですかこれ自体は？ここは使ってないんですけど、もうこっちはカラビナつけてますね。そうですね、カラビナつけて、はい。おお、すげえ。普通にカラビナつけると多分このカラビナが縦になっちゃうと思うんですけど、これが穴が縦なんで全部横にこう。へえ。シャンプートリップ、シャイントリップですね。シャイントリップ。はい。気になってる方いると思いますね。で仕上げ用なんで掃除分けがあっ
でそうですね。ドライブは後ろなんですね。それも後ろですね。でハサミと回し引きとあとハンマー。はい。これもしかもこれですよね。マグネットでマグネットでマグネットリリーサー。かなり強いのここれでも100円ショップ。これ100均のやつ100均のやつです。こんだけ強いの初めて見た。あでこれ田島のタタックナイフ、はい。もうシルバーに染めてましたね。銀色好きなんですね。でこれケーブルカッターは赤色で。そのまんまですね。角田ですかこれ。100均です。100均？あ本当だ全然コクにない。ほんまに100均にこれ売ってるんですか？これ200円で売ってます。切れるんですか？いや、やっぱ100均なんで壊れるときは壊れるんで、そう売ってるときは5個とかまとめてこう買ってきて、壊れたらもう違うの。はいはいはい。本当消耗品に近い感じ。なるほど。あれここにも回し引きですね。なんこれめっちゃかっこいい。これも水圧転写じゃないですか？あ、やりました。全部ばらして迷彩みたいになってるんですね。やってますね。すごい。腰袋これグローブのこれ紐巻きカスタムですかこれ？自分でやりました。あご自分で？はい。よくこれみんなカスタム出したりとかするんですけど、カスタム出してる人は多分この紐がちゃんとしたもうちょっと太い紐だと思うんですけど、裁縫道具とか売ってるお店があってそこで買ってきた紐なんで、なんか合皮なんだけどちょっと柔らかいやつなんですよね。もうスマートでかっこいいですよね。糸。本当ですか？はい。すごく綺麗に巻いてあるし、ね、細くてなんかもうちょっと太いからゴツゴツした感じしてるんですけど、こっちの方がねシュッとしてていいですよね。これはありですね。チェラッシュサンプル。でこれ中にいろいろ入ってますね。そしてテスターがあって同軸のストリッパーがあって、そんなの初めて見ました。それ何ですか？同軸ストリッパー。テレビの線です。そうですね。テレビの線。これ間にこう入れて外の被覆をまず取って、シールド線を避けた中の芯線を切るのがここなんです。へえ。これどこのですか？これ競馬ですね。いいですか？あ、ここに書いてますね。競馬。持ってる人は持っているってやつですか？木造やってる人は持ってんじゃないですかね。デンさんのやつしか知らなかったんだ。プラスチックの。これは初めて見ました。あ、でゲージついてるんですね上ね。そうですね。へえ。ありがとうございます。はい。これスポンジ入ってますけど。スポンジは器具付けでこう汚れちゃったところ、黒瀬さんがよくやってるのをやってる感じですね。もう本当仕上げに特化してますね。そうですね。アイディアがいろいろ詰まってるですね。でレベルホルダーがあって、小物ポーチが、でスケールがあって、これも赤で。そうですね。これビクターの限定の赤じゃないですか。新しいやつですよね。新しいやつです。もうこれ限定のやつですね。で出てすぐですかやっぱり。そうですね。購入されたの。買いました。真っ赤ですね。これ出た時って待ってたぞ的な感じなんですか？なんかで見て、こんなの出んのって言って探したんですけどなくて、そしたらなんか出てると思って速攻で買いましたね。飛びついたわけですね。飛びつきました。で水平器がここに、水平器とか行って、で最後ダストカップですね。すごい赤でこだわってここまで。めっちゃかっこいい。こっちもあれですね、こう天白とかハサミとか塗装されてるんですね。しましたね。こんな感じで。これもご自身でされたんですか？自分でやりました。めっちゃすごい。これも塗装した後に水圧転写。そうですね。赤く塗装した上に水圧転写。同じ柄で。これもしてる。それもします。すげえ。器用なんですね。なんですかね。なんか作って結構自分でやるのが好きで。今やってる人初めて見たぞ。これもすごい。あ、本当だ。フォール。これレベルホルダーもこれ塗ってないですか？これ。塗りました。これ多分裏普通なんですよ。すげえ。すごい。何で塗りはるんですか？これ最初おめきゅうでやったんですけど、おめきゅうでやるとすごい辛辣臭さが残っちゃうんで、1個ダメにしちゃったんですよ。でもう1個買ってきて、その時になんかないかなと思ってホームセンターで見つけたラッカの先に筆がついてる塗るタイプのやつがあるんですけど、それで塗りましたね。でこれ筆塗りなんですか？筆塗りです。ここまで綺麗に塗れるんですね。綺麗。これはいいな。4回ぐらい重ね塗りしてますね。こいつも黒金やけど赤くしましたね。はい。すごいこだわってますね。これケーブル。そうですね。ケーブル型の一番太いやつかな。
60ですね。60スケ。その水圧洗車めっちゃかっこいい。いやこれは自分でスプレーですか？スプレーで塗ってるんですけど、3回とか4回とかこう色違うので塗ってるんで。あ、なんか下から色が剥げてるから、だんだん下に塗ってるのがちょっとこう出てきちゃってるっていう。これデザインから思いました。でそれがかっこいい剥げ方ですねこれ。なんかもう普通に最初からマーブル柄なんだと思ってた。あ、でここレベルホルダーこれバリスティックなんですね。バリのポーチが2つ。はい。2つも。配線やからステップル入れそうですね。たりとか。ステップル、こっちが1号でこっちが2号だから。ああ、2進用3進用。2進用3進用。なるほど、分けてるんですね。へえ、すごい。あ、でこっちは黒に合わせてストリッパーは黒金。黒金ですね。黒金ストリッパー。出てきました。束ねるようにバインドがあって。そうが入ってますね。で鉛筆とラッキーと。これ何ですか？これは下地探す。あ、針の。そうですそうですそうです。へえ。これ先っちょに磁石ついてるんで、はい。穴 L 字開けたくないところとか、はいはいはいこう探していくと磁石のところで止まる。ビスとかそうですそうですそうです。なるほど。ちなみにこれ配線用腰袋小さくされてますけど。配線の時は袋あんまり使わないんですね。はい。なのでちっちゃめにして、中長めのビスを入れてるだけなんですよ。ああ、もうビス入れとしてビス使って入れる。ほぼほぼビス入れです。へえ、なるほど。すごい。こんなところにもアイディアがいっぱいで。ハンマーこれ自作ですか？ハンマー自分でやりまし穴開けて。た。はい、穴開けて。 U 字でくっつけて。U ボルト。 U ボルトですね。豆ですね。なんかこうみんなのお見るおもろいですね。そうですね。いろんなアイデアがいろんなこと考えはるというか。ちょっとカスタム好きっていうか自作好きの僕にとってすごく刺激が多いんですけど、僕らが見逃してるカスタムってあったりします？いや、多分全部見つけられてますね。見つけれたっすか？はこれいいですね。動かへんように。補助体を後ろ通すことによってあれですよね。い。スペース無駄に他の人はこっちから入れてこっち通してって言ってこう編み込みます編みもんね。込みでやってると思うんですけど、はい。僕それでもよかったんですけど、そうじゃなくて僕このベルトループはい。をこう強調したかったんですね。ああ。はいはいはい。い。なのでこっちをこの強調してるんで、こっちも揃えてそれでたまたまいい時にこの下でくぐった時にこの補助体のあれが引っかかるんで、はい。表に見えないというか。はいはい。知らない人から見てこれどこに通してんのってなりますもんね。そうですね。こだわってますね。アイデアがいっぱいだ。ありがとうございありがとうございま。ますす。最後にこだわりのポイントというかあったら教えてもらいたいんですけど。そうですね。自分赤好きなんで色分けですかね。こっちはまあほぼほぼ赤、あとはシルバー。はいはいはい。見栄えがよくシルバー。あこっちは黒いのがついてるとこは黒、はい。赤いのがついてるとこは赤おで、一応全部縦にこう揃えてあるんで、おおすげえ。全体で交互になってるんそうでね。ですすね。配線用は配線用でそうしてます。はい。これはいい。あり器がとうございます。具付けは器具付けで自分の好きな色をメインに。あやっぱ仕上げやから気合い入れていく。そうですね。自分も仕上がった状態でってことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。あ。さん今日は遠くからありがとうございました。ありがとうございます。種大きいですね。そうですね。 188 88です。でか。あ、今気づいたんですけど耳ボルトなんですね。ピースです。ピッツァ。ということで今日はどれくらいかかったんですかここまで。1時間半ぐらいですかね。その際わざわざ遠くまで。すごい星道具かっこよくて感動しました。僕のチャンネル見てくれてる方は今から星道具を組む人とかが多いみたいで、この動画が出来上がるまで紆余曲折あったと思うんですけども、そういう方たちに向けて最後にこうアドバイスというかあったらお願いします。星道具ってやっぱり皆さん消耗品だと思ってる方多いと思うんですけど、常に自分の仕事についてきてくれる相棒なので、消耗品と思わないで自分の相棒だと思って組んでいただければいいと思います。星道具がお金を稼ぐというかね。そうですね。ですもんね。はい。星にぶら下がってる道具がお金を稼いでくれるので、自分の腕は二の次だと思います。ありがとうございます。チケラッチョさんっていう名前でインスタやってますので、今日本当はもっとゆっくり撮りたかったんですけど、ちょっとこう いろんな方が来てくれて時間の関係もあるので、ちょっと質問とか気になるなって方はフォローして見てみてください。チケラッチョっていう名前になった由来がさっき面白いなと思ったんですけど僕がやってるハウスメーカーさんがちょっと特殊で、電気の配線をする人と器具付けで照明をつける
電気屋さんっていうのが分かれてて、僕が器具付けで現場に入った時にその照明をつける電気屋さんが一緒に同じ日に入ってきたんですけど、その同じ電気屋さん、僕は初めて見た時に思ったのが、わ、この人チェケラッチョだって思ったらしいんですね。それを仲良くなった時に初めて言われて、何チェケラッチョってと思ったんですけど、あ、ちょっとこれ面白いなと思って、あ、使えるぞと思って使わせてもらってます。面白い。ということでね、すごい喋りやすい方なんで、ぜひインスタとかでフォローしてみてください。今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。先ほどね、オープニングで撮らせてもらったんですけど、改めて自己紹介してほしいです。堺新興伝説の木村義之と申します。木村いっぱいいるんで、下の名前で義之と呼んでください。わかりました。ちなみに YouTube 始めたてなんですけど、よっチャンネルで、ちょっとよっチャンネルにまだしてるかわかんないですけど、やってるんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄の方にリンクなど貼っときますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。で、今日はね、こちらの会社も提供してくれて、で、僕の方もチャンネルに出させてもらいますので、多分ね、同時配信ぐらいになるかなと思いますんで、そちらも見に行って、そのついでにチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。ということで今日はね、ニックスの腰道具を皆さん取っていってるので、取らせてもらいたいなと思いまして。お願いします。お願いします。はい。かっこいいですね。ありがとうございます。結構あれですね、少ないというか、そうですね。数が。はい。基本木造の住宅なんかがメインなんですけど、はい、基本的にそんなにいらなくて、結構つけたい衝動はあるんですけど、はい、こうスピードとの兼ね合いで減らしてますね。自分のお仕事もやりやすいように。そうですね。最小限で。はい。これつけてる人って珍しいですよね。そう、これが住宅やってると対戦するときにこうステップルなんかで電線止めるんですけど、自分右利きなんでこっちで持って、ここでこのステップルのこの1号と2号でこう使い分けるのにちょうどいいんですよね、これが。1、2みたいな。そうですね。ちなみに1号、2号っていうのは、ちょっと僕その業界あんまり知らないんで、何が違うんですか？幅ですね。天禄二進とかそういうのを止めるときは1号を使って、天禄の3進とか止めるときは2号の方を使います。基本的に上がっていくほどこの幅が太くなっていくような感じですね。2ミリになろうが関係はないんですか？ 2 ミリになろうが関係あったかもしれないんですけど、確か1号で大丈夫です。そうですね。わかりました。触ったりしても大丈夫ですか？どんどん。ありがとうございます。黒金が好きなんですね。これすっごい使いやすくって、まあボロボロになってきちゃったんですけど、何切るにしてもこれ使ってますね。例えばどんなもの？細かい、そうなんですよ。細かい話だと、ダウンライトの線とか、ボードがこの時に切る時にですか、2本一緒にこうバチッて切れちゃったりして、結構何でも切れて時短になるっていうか、ただニッパ入れてないんですけど、さっき言った木造のステップルを打った時に間違ったところに打った時に取るものがなくて、それだけがちょっと微妙なところなんです。どうしようかなって感じですね。で、黒金の。そうですね。225。でかいです。でかい。あんま力がなくて、そうなんですか。ちょっと太いやつの方が切りやすくて。これはリミテッド。そうですね。だいぶ前にバズったというかね、これ今も値段もかなり上がって金と銀が出たんですね。確かそうですね。メルカリかなんかで4万とかなってましたよね。そんななってたんですか？僕もこれの金を持ってるんですけど、2500円ぐらいで買ったんですけど、4万とかなってました。マジか。今ちょっとね見てないんですけど、電光ナイフ。そうですね。やっぱり住宅系の方で電光ナイフは必需品なんですか？そう、ただ前は結構使ってたんですけど、やっぱ同軸向くストリップあって、太い線なんかも専用のやつがあるんで、なんかいらなくなってきちゃったんですね。ただちょっと知り合いの人んちとか、小回りしてる時に生きた電線向く時なんかはやっぱこれじゃないと。そうですね、怖いですもんね。そうなんです。結構カッターで向く人いるんですけど、ちょっと自分はまだこっちの方が使いやすいですね。ですよね。でカッターもまあ一応というか。そうですね。カッター結構クロス向く時とか使いますよね、なんだかんだ。このカッターめっちゃ軽いですね。本当ですか？あれなんかめっちゃ軽いです。オルファ軽量化を目指してる方は。シルバーってかっこいいですね。もともとシルバーですか？そうですね。スケールって左で取りにくくないんですか？結局右手で取った時に持ち帰ってこっちに行くんですよね。なんで最初からこっちで取ってこのままこういけるようにと思って左につけてますね。本当はこっちから出るやつあればいいんですけどね。いいかもしれないですね。そういうのがなくて。ちょっとメーカーさんも僕のチャンネル結構見てくれてるんで。本当ですか？今の意見通るかもしれないですね。ありがとうございます。言うただけですけど。ここは結構あれですね。あんまり何も入れられてないんで。そうですね。ここゴミ入れたりとか基本入れないですよ、何も。なんかちょっと取りづらいんで。
水平器とかは水平器とかは使う時にここに入れてるみたいな、あー基本ここの箱かなんかで持ち歩いて、で例えば仕上げだったら毎回使うんではい入れとこうとか、そういう感じで分けてますね。やっぱザ軽量なんですね。軽量ですね。まあ言ったらこれもいらん時は外せるわけですよね。そうですね。これとそうです。これ使わない時はもうこれ外しといて、で仕上げの時なんかは逆にここにペンドラはい。入れとくような感じですね。器具付けの時は。新興伝説さん、はいやってますよね、名前。はい、合ってます。の皆さん見せてもらったんですけど、はいあれは使わない言ってましたね。よくあるペンドラスタッフは。そうです皆さんはね。これでしたね。そうですね。これがまあ慣れもあるのが一番使いやすくて。おやじさんから。いや、うちの親父は腰道具気にしない人なんで。あ、なんでもいい。何でもいい。とりあえずぶら下がれば。これアニバーサリーのそうですね限定のやつなんですね。これうちのメンバーと一緒に行った時に買う予定なかったんですけど、煽られて、どうせいつか買うんだから勝ちましたね。もともとは何やったんですか？もともとはこれを買ったんで、これ用に腰道具を作ったような、これが最初なんですよね。はいはいはい。一応そのバリスティックと革とナイロンで3つは欲しいなって思って、ちょっとバリスティックは悩んでたんですけど、これ形に買っちゃいましたね。はいはい。これも青と銀でそうですね。渋いですね。この色がこれドットピンクなんですけど、これ最初黒にしようかと思ってたんですけど、なんか欲しいなと思ってこれにしましたね。目立ちますね。あ、本当ですか？はい。ここ下にステップル入ってるんですか、もしかして？いや、入ってない入ってない入ってないです。あ、そうか、ここに入ってるから。はい、もう基本何も入れてないですよね。ゴミ箱的な感じですか？ゴミ箱的な感じですね。シュッとしていいですね。はい。こことかってわざと入れてないんですか？これここが入んないんですよ。これがあって、多分入れる気になれば入るんですけど、もうちょっとここから外すのが辛くて面倒くささが勝ってます。そういうことですね。腰道具のこだわり最後に教えてください。一言でいいですか？軽量化です。軽量化。軽いに越したことはないと。はい。安全帯もいらないですもんね、仕事。安全帯もそうですね。普通の時は別の腰道具で、対応してます。ってことで腰道具取らせてもらってありがとうございました。ありがとうございます。でYouTube ね始められるってことで、僕としては電気工事系 YouTube の人ってまだまだ少ないんでめっちゃ嬉しくて、僕でできることであればサポートしていきたいと思ってるんで、皆さんもぜひチャンネル登録してほしいです。よろしくお願いします。で今後のその流れといいますか、目標とか、どういったことを発信したりとか、どのような人に届けたりとか、何のためにやってるかとかをせっかくなんでアピールしてもらえれば。一応始まったきっかけが、自分が電気工事士になった時に、誰にしろ電気工事士の資格を取る時に参考書開くじゃないですか。で何書いてあるか分かんないんですよ。やっぱ YouTube とか見てもやっぱり自分レベルのバカがなかなかいなくて、やっぱバカな人が発信するようなお勉強チャンネル、だから正確性にはちょっと欠けるところもあるんですけど、そういうのがあってもいいかなと思って発信しだしましたね。やっぱり電気工事を、この業界を盛り上げたいっていう気持ちは一緒ですね。でその勉強ばっかりやってるんですか？いや、勉強だったりその現場のことだったりとか、ちょっと徐々にいろんなことを、腰道具のこととかやったりしたいなと思って、まだふんわりしてるところもあるんですけど、電気工事にまつわるノウハウであったり、腰道具であったり、そうですね、発信していくってことですね。はい。言い残すことないですか？大丈夫です。ということで今日は新興伝説の吉行さんに来てもらいました。吉行さんの方では何撮りましょう？雑談っていう形でなんか喋ってる感じを撮らせてもらえれば、雑談撮らせてもらいますんで、ぜひそちらも見てもらえたら嬉しいです。インスタとかね、ここに貼っときますので、インスタと YouTube とぜひフォローしに行ってください。ありがとうございました。よろしくお願いします。